ピロシキは私が子供の頃、関西地域ではテレビで宣伝されていたとても懐かしい食べ物です。ロシア革命の時に日本へ亡命してきたロシア人シェフが広めたと言われていますが、揚げパンとエンパナーダを合わせたような感じです。はい、今日はクッキングノートの164ページ、ピロシキを作っていきたいと思います。ロシアの食べ物ですね。小麦粉に砂糖、塩、ベーキングパウダーってあるんですけど、ドライイーストを使ってみましょう。小麦粉もクッキングノートでは薄力粉なんですが、強力粉を使っています。これをふるいます。2回ふるいにかけるとあるので、もう1回ふるいにかけます。はい、残ったのとドライイースト入れちゃいます。はい、卵をでサラダ油とお水、でこれに混ぜていきます。はい、よく混ぜます。こねますね。ラップをして1時間ほど寝かせます。はい、ゆで卵を2つ作ります。それでは中の具材を作っていきます。しいたけ、玉ねぎ、別ので余ったやつなのでかえって切りづらいですね。丸1個を切った方が早くできますね。はい、粗めでいいですね。ピーマン、卵もはい、フライパンに火をつけて油を敷いて豚肉炒めます。玉ねぎを入れます。はい、しいたけ、ピーマン、ゆで卵も一緒に入れます。はい、ここにお塩、みりん、醤油、で小麦粉を全体にまぶしておきます。で中の具材の出来上がりですね。置いときます。はい、小麦粉をまな板に敷いて1時間寝かせました。すごい3倍ぐらい膨らみましたね。
12等分していきます。まず半分に切って、これをさらにまた半分切って、これは3つに切りますね。丸めておきます。はい、ここを包んでいきます。ちゃんと棒で伸ばした方がいいですよね。中温度程度で揚げていきます。日本ではピロシキというと大体揚げて作るんですけど、本場ロシアではオーブンで焼く方がパターンの方が多いみたいですね。最初に揚げたのは皮が開いて中身が出てしまい大失敗だったのですが、失敗の原因は閉じるのが甘かったのもありますが、閉じた面を上にして油に投入したところ膨張してパカッと開いたことです。それに気がついて2回目は閉じた面を下にして投入したらうまくできました。ピロシキには思い出があって、子供の頃大好きな食べ物だったんですけど、高校の時にちょっと私家出したことあるんですね。家出したその日の夜のご飯、神戸に行ってお金があんまりないのでピロシキ1個だけ買って食べて晩ご飯にしたのを覚えてます。美味しかったですね。はい、こんな感じでいいでしょう。火止めます。はい、ピロシキの完成です。失敗作ですこれはこれで美味しかったです。はい、中を切ってみましょう。こんな感じですね。衣がふわっふわに仕上がり、家族も美味しいと喜んでうまくできました。